はいどうも、半分ひょっとこの半とこです。今回は使えすぎる万能食材の方をご紹介しようと思ってます。そのまま食べても美味しいんですが、とっておきの食材があるんですね。それがこれです。タコカマ。これおつまみとしてすごい人気ですよね。そのまま食べても相当美味しいです。でも、料理にしてもかなり美味しくできるんです。なので、これを使っていろいろなちょっと料理を作ろうかなと思ってます。でタコカマを使って今日作る料理の方は4つ。まずは餃子、炊き込みご飯、そしてカルパッチョ、パスタ。タコってかなりいい味を出してますので、様々な料理には使えるんですね。それこそ和食でも洋食でもいろいろ使えると思うんですけど、今日はちょっと手軽に作りたいので、簡単にちょっと作れる4つの方をご紹介しようかなと思ってます。では早速ですが調理の方へ行きましょう。クッキングスタート。まずは乾燥しいたけを使いますので、乾燥しいたけの方を戻しましょう。まずは乾燥しいたけを軽く水洗いしてついているホコリの方を取ります。次に耐熱の器の中にこの傘を上にしてしいたけを入れます。しいたけの傘が隠れる程度までの分量を水に入れます。で、しっかりと浸しましょう。で、ラップをします。このようにしいたけを押さえるようにしてラップをします。で、この状態でレンジ 500W で3分から4分程度加熱します。今回4つ使うので3分程度ですね。はい、レンジから取り出したしいたけの方は熱が取れるまでこのまま放置します。だいたい15分から20分程度ですかね。冷めるまで放置しましょう。そうするだけで乾燥しいたけを手軽に戻すことができます。はい、ではまずカルパッチョの方を作りましょう。まずは玉ねぎ1/2分の1を薄切りにしていきます。薄切りにした玉ねぎを、水にさらしましょう。5分程度さらして辛みを取ります。はい、次にマリネ液ですね。オリーブオイルを大さじ1入れます。レモン汁を小さじ1入れます。次にディルを入れます。1つまみ程度ですね。特にディルじゃなくてもイタリアンパセリとかお好きなハーブの方を入れていただいて結構です。タイムなんかも美味しいですよね。あとは塩と胡椒で味を整えたらマリネ液の完成です。しっかりと水を切った玉ねぎを入れて、このタコカマを適度な大きさに切り入れましょう。あとはマリネ液と合わせていきます。はい、これだけで完成ですね。あとはプチトマトなどもね、盛り付けの際に、盛り合わせてあげるとすごくおしゃれになりますね。はい、これで1品目完成です。はい、では炊き込みご飯ですね。洗った2合のお米に対して醤油を大さじ2入れます。みりんも大さじ2入れます。顆粒だし小さじ1入れます。タコカマとしいたけがかなりだしを効かせてくれるので、顆粒だしの方は小さじ1で大丈夫です。タコカマ使わない場合は小さじ2入れたら美味しくなりますね。次しいたけ入れます。で、タコカマを 15g 入れます。しいたけの戻し汁ですね。で軽く混ぜます。あとは2合分の分量までお水を入れましょう。はい、これで OK です。あとは炊飯します。はい、炊き込みご飯ができました。お焦げも最高ですね。器によそったら、いりごまをかけて完成です。タコとしいたけの旨味が最高に引き出されてます。はい、次餃子ですね。で今回は冷凍のむきエビを使います。冷凍のむきエビ 100g を使って説明をします。まずは冷凍のむきエビ 100g を解凍しましょう。はい、このタコカマ 15g に大さじ2のお湯を入れます。乾燥をほぐしてあげるためにお湯を入れます。先ほどお湯をくぐらせて柔らかくしたタコですね。このタコカマを細かく切りましょう。3分の2ですね。はい、では3分の2程度取って、あとこの先ほどのむきエビ、この解凍したむきエビを3分の2程度。これを細かくします。これが餃子のあんになるので、叩きましょう。
ではこの程度叩いたら器に一度入れちゃいましょう。そして先ほどの3分の1、残りの3分の1をざっくりとちょっと細かくするぐらいですね。食感を残しつつ細かくするぐらいですね。この程度ですね。プリッとした食感残った方が美味しいので。あとは先ほどのタコカマと一緒にしましょう。先ほど叩いたエビとタコに今切ったエビとタコですね、入れましょう。水気を切った椎茸の方を、1個細かくカットします。はい、椎茸を入れます。はい、そこに生姜を小さじ1入れます。はい、そこに塩を3つまみ程度入れましょう。はい、片栗粉を小さじ1/2入れます。混ぜます。粘り気足りない場合は小さじ1/2ずつを足していきましょう。粘り気足りなかったです。はい、これであんの方は完成ですね。はい、餃子の皮に包んでいきましょう。餃子の皮に包むのって結構難しいんですけど、ただ慣れていくとね、結構簡単なので、慣れていくとね、結構楽しくなってくるんですよね、これがね。最初はね、失敗すると思うんですけど、もう本当に徐々に回数重ねれば絶対にうまくなるんで。寄せるようにしてね、こう耳をつけていきますね。でしっかりと閉じましょうね。これで1個完成です。だいたい通常で売ってる大判サイズでティースプーンでいったら山盛り1杯程度ですか？あとは黙々と詰めていくだけです。焼きますか？焼き餃子にするか水餃子にするか、ちょっとエビのプリプリ感をね出したいので水餃子にしようかな。エビもタコもね水の生き物だし。はい、包み終わりました。100g のエビを使って、約8個できますね。はい、じゃあエビ餃子の方を茹でていきます。沸騰したお湯にエビ餃子を入れます。弱火から中火程度にしてブツブツとした程度のお湯で茹でるのがポイントです。餃子の皮がね破れてしまうんですね。でこのまま 2,3 分ですね茹でたら完成です。はい、じゃあ最後パスタですね。パスタの方なんですけど、ショート動画の方でタラタラしてんじゃねえよのアレンジレシピの時に作ったやり方で作ります。で、まだ見てないっていう方は、ぜひチェックしてみてください。まずパスタ 100g を半分にタッパーに割り入れます。オリーブオイルを大さじ2入れます。じゃあ薄切りにしたニンニクですね。はい、鷹の爪です。一度なじませます。はい、じゃあタコカマですね。タコカマを、約 5g 程度入れて、塩小さじ1/4です。顆粒だしの方も同様に1/4入れます。水 250cc ですね。レンジ 500W で10分加熱します。はい、レンジから取り出して、あとは器に盛り付ければ完成です。ちょうどアルデンテぐらいになってると思うんですけど、もっと火を通したいっていう方は、1分ぐらい、追加で加熱してください。はい、あとは器に盛り付けたら完成ですね。はい、いかがだったでしょうか？今回ね、タコカマを使って4つ、レシピの方作らせていただきました。あれ1袋で4つ作れるので、もしタコカマをもし買う機会があったら、どれか1つでも応用した今回のレシピの方に少しだけ使ってみてはいかがでしょうか。すべてとっても美味しく出来上がりますので、ちなみに今回タコカマだったんですけど、これ別にイカくんとかイカゲソとかそういったおつまみでも代用できますので、ああいった形のおつまみの方を買う機会があったら、今回のレシピのどれかしらぜひ作ってみてください。今回ね、1袋で作ったので、4つしかちょっと紹介できなかったんですけど、
スープ系もそうだし、ありとあらゆるジャンルの料理、いろいろ使えますので、ぜひ、お好みのね、こういったおつまみをね、利用したアレンジした料理、作ってみてはいかがでしょうか。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。では次回のレシピでお会いしましょう。